けましておめでとうございます。ミステリーマープルです。本年も皆様にたくさんの幸せが訪れますようにお祈りいたします。今日は新春なのでマジックから始めたいと思います。ではカウントダウン3、2、1。孫たち見てますか？私はサイバー空間にいますよ。というわけで本日はキラキラ輝くダイヤモンドのお経についてお話しします。果てしない物語はドイツのミハエル・エンデが書いた楽しく心躍るファンタジーです。モモを書いた作家で、私の亡き愛犬もそこからモモという名前をいただきました。日本のおとぎ話で鬼退治をする桃太郎にも恩が通じます。犬種はヨーキーでしたが、このチャンネルのアイコンにもなっています。さて、果てしない物語、児童書のようでいて、大人にとっても大切な倫理観と思いやりの気持ちを随所で本当にたくさん思い起こさせてくれます。物語中、長い間主人公のバスチアンは心優しいオイタラバのイハに乗っていました。ある時、魔女のサイーデがこうささやきます。オイタラバはあなたにふさわしくない。乗るのはやめて、私の作った豪華な腰に乗って移動してはどうか。と。サイーデは二色の目を持ち、心を持っていないものは何であれ操ることができる。と豪語する魔女です。心優しいイハと心ないサイーデ、バスチアンはどちらを取るのでしょう。サイーデの甘い提案が主人公バスチアンの心を動かします。オイタラバの背中が少し嫌になっていたバスチアンはいつだったかイハが自分の家族が欲しいと言っていたことを口実にし、イハに暇を出し遠くへやってしまいました。イハの望みを叶える手を取りながら、実は豪華な腰に乗りたいという自分の望みを叶えてしまったのです。望み通り豪華な腰に乗ったにもかかわらず、バスチアンの心は晴れませんでした。イハの望みを叶えたんだと自分に聞かせてもダメでした。ミハエル・エンデはこの場面でこう綴っています。人のためになることをしても、いつどんな理由でするかが大事な問題なのだ。私はこの時、ある大学の数学教授から直接聞いたお布施についての話を思い出しました。物を差し上げることを布施と言いますが、仏教の金剛般若波羅蜜経に本当の布施のあり方が書かれているそうです。それは三輪正常といって布施をする人、もらう人、される品物、3つすべてが清らかであることを言います。具体的には見返りを求めてお布施をしてはいけないし、もらった人も見返りに何かをしようと思ってもいけなくて、またその品物も盗品などであったりしないことということです。さらには自分にはいらない余ったものではなく、自分にも必要な相手を思って差し上げるものがお布施だそうです。そして差し上げた、いただいたという思いもすぐ忘れ、後に残さないことが大切というのです。少し長くなりましたが、果てしない物語に戻りますと、主人公バスチアンはローラバイハの望みを叶えてあげましたが、果たしてそれは純粋にイハのためだけを思った布施だったのでしょうか。表面上は言葉の上においてもイハのためではありましたが、内面ではサ
アイーデに作った豪華な腰に乗ることが本心でした。バスチアンは純粋な心の持ち主だったため、ちっとも気持ちが晴れなかったと描写され、金剛般若波羅蜜経に照らしてみれば、不正をするバスチアンの心に問題があるわけです。お経の名前を分解すると、金剛とはダイヤモンド、般若とは知恵、波羅蜜経とは完成されたものというそれぞれの意味がありますので、ダイヤモンドのように硬いもので煩悩を打ち砕く知恵の完成形というのがお経の名前の由来です。ミハエル・エンデさんはこのダイヤモンドのお経をよく知っていて書かれたのではないかと私はふと思ったのです。お年玉やお年賀などもお相手の笑顔のために差し上げた後はすっかり忘れてしまうのが上々のようです。さてここからはおまけコーナーですが、本日はウィル2021年12月号の付録スナイデル×徹子黒柳のエコバッグをご紹介します。まず目を引くのは黒柳さんですよね。孫もいるおばあちゃんがサイバー空間で黒柳さんのエコバッグを紹介するってなんともカオスでしょ。綺麗ね、木みたい。黒柳徹子さんは雑誌ウィルで1981年の創刊号からなんと40年経った現在も形を変えながら連載を続けているそうです。まさにレジェンド。そのご縁から徹子さんのニューヨーク留学時代のお写真を使用したのだそう。黒柳さんがご自身のインスタで紹介されていました。鶴は千年、亀は万年。徹子さんは今年で芸歴59年目。健康長寿あるいはロングセラーの縁起物にいかがでしょうか。それでは今日の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ではではまたね。